皆さん、こんにちは。ヤブ基礎デッサン講座の藪下です。中級編第7回はワイン瓶を描きます。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。ワイン瓶はこれですが、モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、書き出す前によく観察して、ワイン瓶の形や色や構造や手触り、重さなどを確かめます。飲み口の形や型の丸み、底部分の形やガラスの厚み、ガラスの厚みによる色の変化などをしっかり確認しておきます。また手の触覚を使ってガラスの硬質な冷たい滑らかさなども感じ取ってください。画用紙は安切りの大きさ38センチ ×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 2H から 5B までの濃さの鉛筆を使いました。また鉛筆の濃さをこのように表示していますから参考にしてください。制作時間は4時間でした。動画の再生速度も画面中に表示しておきます。この動画を最後まで見て、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などをぜひ参考にしてください。また中級編第1回でガラス瓶のデッサンの動画を上げていますから、そちらも参考にしてください。それではワイン瓶のデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。方言は左斜め上にあります。画用紙のどこに書くのか、大体の位置と大きさを薄く書きます。鉛筆は HB を使い、腕は肩から動かすつもりでスピーディーな線を描いています。形を描いていきます。ワイン瓶の上下の高さを決め、中心線を描きます。測り棒を使って縦横の比率を測っています。左右の輪郭線を描き、中心から左右対称であることを確認します。上下の形の変わり目に注意して肩部分の湾曲線を描きます。この部分も左右対称になるように気をつけます。底の楕円を描きます。飲み口の形を描きます。小さな部分ですが、形を割り付けて左右対称になるように描きますが、ネジ部分は右上がりの螺旋になっています。ラベルを書きます。一点透視図法の約束に従って瓶の口から底までの楕円の深さに注意します。ラベルの文字列を大まかに割り付けます。この割り付け線も一点透視図法に従った楕円曲線になるように書きます。一番大きな文字から書いています。一文字ずつの割り付け線は書きませんが、面が回り込むに従って文字の幅が狭くなるようにします。私はデッサンの途中ではなく、最初の段階で文字や絵柄をある程度描いてしまいます。デッサン途中で描くと、間違っていた場合に修正しづらく、修正しても周辺の調子に与える影響が大きいからです。
ラベルの絵も大まかに描いておきます。これで形は完成です。最後に不要な線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くして、消しカスは跳ねぼうきで払っておきます。明暗を描いていきます。最初に光源の位置、全体の明暗の配置、明るい部分、暗い部分の流れ、大きな映り込みなどを確認しておきます。ワイン瓶は円柱形プラス半球を表す縦線と横線で描きます。ワイン瓶の中心軸に対して水平面、垂直面で切った時の切り口の形です。その他にも形や明暗のつながり、映り込みを表す方向の線も使って描きます。輪郭線付近の暗い色味や大きな映り込みなども意識しながら、縦方向の線を多用して全体的に鉛筆を入れています。この段階では瓶とラベルを書き分けず一緒に書いていきます。輪郭線付近の濃い色味を優先的に描いていきますが、ワイン瓶の円柱形の形と明暗をいつも意識します。ラベルの回り込んでいる裏側の暗さを描いています。これを描くことで瓶の透明感が出ますから、デッサンが進めやすくなると思います。瓶の底を描いています。手前のガラス越しに見える瓶の底はラベルの影にもなっていて明暗が分かりにくいですが、瓶の底の形を意識しながら大まかに描いています。こういう明暗の分かりにくい部分は形を確かめることで随分描きやすくなります。形に沿う線を使って描いています。大きな円柱を意識しながらも、目立つ映り込みや面の境目の映り込み、分厚いガラスの濃い色味なども並行して描き始めています。明暗や映り込みのつながりに沿う斜め方向の曲線も使います。特徴的な目立つ映り込みも同時に描いていきます。ワイン瓶の質感表現にはこの映り込みの描写が不可欠です。裏側の曲面が感じられる部分はその方向の曲線を描き加えます。画用紙を横向きにして横方向の断面形状を描いています。台紙上の影も遅れないように直線を多用して大まかに描いておきます。
瓶の口はガラスの厚くなっている部分にある暗い色味を中心に描いていきます。この暗い色はワイン瓶の一つの特徴ですから、他の部分より先行してデッサンが進んでも構いません。この暗い部分との対比でハイライトをキラッと光らせます。ワイン瓶はこの口と肩と底の部分が特徴的な形です。口の部分は小さな形で分かりづらいですが、しっかり観察して描いていきます。首の部分も口の部分からつながる輪郭線付近の暗い色味を中心に描いていますが、円柱形としての明暗も同時に意識します。肩の部分を描いています。この部分も上からの明暗のつながりや半球形の明暗を意識して描いていきます。特に暗い部分にアクセント的な暗さを描き加えてデッサンにメリハリを与えます。また大きな明暗や写り込みなども同時に描いていきます。形に沿う方向の線や明暗のつながり、写り込みの方向の線を使っています。特にこの半球状の曲面には写り込みによる色味の変化がありますからよく観察します。上からつながる輪郭線付近のこの暗さも一様ではなく、とても暗いところがありますから、その部分を強調的に描いておきます。裏側のラベルはかなり暗いですから、前面との対比の上からもしっかり暗くしておきます。またこの部分も一様な暗さではなく、手前のラベルの影やガラス越しに見えていることによる明暗変化がかなりあります。特に輪郭線付近はかなり明るく見えます。明暗のつながりによる斜め方向の曲線も積極的に使います。ラベル部分は円柱形の明暗が適用されます。台紙からの反射光によって下ほど明るくなっています。底部分の書き込みを強めます。いつも底の形を意識して形に沿う線を使って描いたり、縦線を使って前面の立ち上がりを描いたりしています。色味の濃い部分を優先的に描いていきます。輪郭線付近の帯状の暗さ、螺旋の山の部分の中にある暗さ、前のガラス越しに見える向こう側の暗さなど、形に変化がある部分には暗い色味や写り込みが顕著に現れます。首の部分も上からつながる輪郭線付近の帯状の暗さをしっかり描きます。真ん中付近にも上からつながる帯状の色味の変化があります。肩の部分を描きます。半球状の形を意識して曲線を使って描いていきます。上からつながる輪郭線付近の帯状の暗さ、写り込み、
半球形の明暗などなど、特に暗く見える部分はアクセント的に強調します。比較的小さな部分を強めたり、大きな面の明暗を書き足したりしてデッサンを進めます。この部分は半球面から縦面に変わる形の境目で、映り込みや色味に変化があり、ワイン瓶の立体的な表現にとても重要です。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。裏側のラベルの色味も飲み口や型や底の濃い色味との比較で、また前面のラベルとの明暗の対比で濃さを決めていきます。奥の暗さですから達筆で発色を抑えています。輪郭線付近は微妙な明暗ですからよく観察します。相対的に弱くなってきたので、文字や絵柄を濃くしています。左側の輪郭線付近に回り込むにつれて、文字や絵柄も薄く弱くなります。小さな文字列はところどころ強めて帯状の線に強弱がついていればそれらしく見えます。初級編第10回の牛乳パックのデッサンを参考にしてください。瓶の底を描いています。この部分の明暗はとても見づらいですから、明るいくらいだけを追いかけがちですが、形による明暗変化を意識するように心がけます。台紙状の影も屈折した光が当たり、かなり明るくなっている部分もあります。水平線や角度の浅い直線を使ってワイン瓶らしい繊細な濃淡のある影を描いていきます。半円状に見える瓶の影は少し曲線を使っても大丈夫です。明るい部分を練りゴムで白く抜きます。白く抜いた後は加筆して形を整えておきます。ハイライトを消しゴムで白く抜いています。ハイライトを白く抜くことでワイン瓶の質感が一気に高まり、一番楽しいところです。ハイライトの形を整えながら色味の濃い部分を書き込んでコントラストを強めます。小さな部分ですが、形の変化による映り込みの色味の濃淡にも注意を払います。円柱形の形を意識しながら
上下につながる帯状の暗さや映り込みなどを書き込んでいきます。輪郭線のすぐそばはかなり明るくなっていて、形が向こうに回り込んでいます。また、口と首の部分は胴体部分よりかなり色味が濃くなっています。肩の部分を書き込んでいきます。上からつながる輪郭線付近の帯状の暗さ、輪郭線のすぐそばの明るさ、半球状に変形した映り込み、半球や円柱の形を表すタッチ、首と肩と胴体の形の境目による明暗の変化、全体の中の明暗関係などなど、いろいろなことに注意を払いながらデッサンを続けます。この明るさを描くことで、前面のガラスと奥の暗いラベルの前後関係がはっきり表現できます。強い部分をより強くして、ハイライトとのコントラストを高めることで、よりガラスの質感が表現されます。この部分はラベルの楕円の形がありますから、瓶の断面形状を表す線を少し多く描いています。口の部分の最後の書き込みです。形の変化に伴う明暗や映り込みを追いかけます。首の部分も上下の明暗のつながりに気をつけて書き込みを続けます。だいぶ完成に近づいてきましたから、全体に目配りをしながら最後の書き込みです。ある部分を強く書くと相対的に他のところが弱くなりますから、弱い部分を探しながらデッサンを進めていきます。基本的に自分に近いところは強く、遠いところは弱く書いておきます。
そろそろこの辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？前回の箱ティッシュと同様に、ワイン瓶も基礎デッサンでは定番モチーフの一つです。この講座では初めて色のついた瓶を描きましたが、透明なガラスに比べるとかなり描き込めますから、案外に描きやすいモチーフやと思います。ただ瓶の口の部分は小さいですが、色味や明暗や映り込み、ハイライトなどもあり、かなりしっかりした観察と描写が必要でした。また瓶の口の部分だけを拡大したデッサンを描いてみたいと思います。瓶の底の部分も大ぶりな形ですが、色味や明暗がとても見づらいですから、デッサン前の形の観察が不可欠やと思います。それでは今回の要点をまとめます。1、ワイン瓶の円柱形の形をいつも意識します。ワイン瓶は透明で映り込みなどもあり、明暗が分かりづらいですが、いつも円柱形であることを意識します。2、ワイン瓶の形の特徴は、口と肩と底の部分にあります。形の変化による明暗変化も、これらの部分によく現れますから、特に注意して観察します。3、ワイン瓶の質感表現。ワイン瓶の特徴は、透明なこととキラッと光ったハイライト、そして映り込みや輪郭線付近の濃い色味にあります。ガラスに厚みがある部分の色味や濃さを描くことで、逆にガラスの透明感やハイライトを表現します。特に輪郭線付近は向こう側に回り込む形で微妙な明暗の変化がありますから、しっかり観察して描写します。4、ラベルの文字はワイン瓶の曲面に沿うように当たりをとって不自然にならないように書きます。はい、皆さんお疲れ様でした。ワイン瓶の説明は以上です。次回はワイン瓶の口の部分だけを拡大したデッサンをしてみたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。